まさか、今日、この球場で歴史を目撃することになるとは、誰一人として想像していなかった。ロサンゼルスの夜空を包む大歓声。その熱気は試合開始の1時間以上前からスタンドを埋め尽くした5万人を超える観客の期待そのものだった。ホームチーム、ロサンゼルス、ドジャース。そして迎え撃つのは、機動力と粘り強い攻撃で知られるアリゾナ、ダイヤモンドバックス。リーグ西地区を争う両チームの一戦は、単なるレギュラーシーズンの1試合ではない、首位争いの行方を左右する重要なカードとして、全米の野球ファンが固唾を飲んで見守っていた。試合前、グラウンドでは大谷翔平が黙々と T 打撃を繰り返していた。乾いた打球音が響くたび、右翼席から自然と拍手が起こる。しかし本人は周囲を気にする様子もなく、一球ごとにスイングの軌道を確認するようにバットを振り続けていた。その表情は驚くほど穏やかだ。好調を維持している選手特有の余裕というより、今日は何かをやり遂げる。という静かな覚悟が漂っている。ベンチからその姿を見つめるチームメイトの口数は少ない。今日は打ちそうだな。誰かがぽつりと漏らした一言に、数人が静かにうなずいた。一方のダイヤモンドバックスも警戒を強めていた。試合前のミーティングでは、大江の配球について何度も映像が流される。高めの速球だけは絶対に甘く入れるな。追い込んでも真ん中には投げるな。歩かせても構わない。首脳陣は徹底した慎重策を指示する。それほどまでに、この男の一振りが試合を変えることを知っていた。そして午後6時10分に、球審がプレーボールを告げる。球場全体が一周静まり返り、マウンドに立つダイヤモンドバックスの先発右腕が深呼吸をする。一回表。先頭打者を内角のシンカーで詰まらせ、二塁ゴロ。続く打者にはスライダーを低めいっぱいへ決めて空振り三振。最後は外角いっぱいのフォーシームで見逃し三振。完璧な立ち上がりだった。今日8球が走っていますね。実況席もその内容を高く評価する。しかし、その直後だった。1回裏。スタンドの空気が一気に変わる。1番、指名打者、大谷翔平。場内アナウンスと同時に、割れんばかりの歓声がスタジアムを揺らした。ゆっくりと打席へ向かう背番号17。バットを肩に乗せ、キャッチャーのサイン交換を静かに見つめる。初球、外角低めへのシンカー。見送る。ストライク。2球目、内角高めへのフォーシーム。鋭くファウル。わずか2球で追い込まれた。スタンドからは、慎重に行け。というダイヤモンドバックスファンの声と、翔平ならここからだ。というドジャースファンの声援が入り込んじる。3球目、捕手は低めへスプリットを要求した。投手は首を振る。もう一度首を振る。そして選んだのは、外角高めいっぱいのフォーシーム。渾身の一球だった。打った乾いた衝撃音。大谷のバットから放たれた打球は、一直線にライト方向へ舞い上がる。右翼手は一歩、二歩と後退し、フェンス際まで全力疾走。ジャンプ、グラブを伸ばす。しかし、ボールはその指先をわずかに越えてスタンドへ飛び込んだ。場内が爆発する。第22号ホームラン。実況席も絶叫する。大谷は派手なガッツポーズを見せない。静かに一塁を回り、二塁へ向かう。それでもベンチでは選手全員が立ち上がり、大きな拍手で迎える。スタンドでは子供たちが飛び跳ね、大人たちは思わず隣の観客と抱き合う。SNS では試合開始直後にもかかわらず、大谷翔平が瞬く間に世界トレンド入り、アメリカの実況席では、またやった。彼は本当に人間なのか、と興奮が止まらない。日本でも深夜にもかかわらず速報が流れ、野球ファンたちはスマートフォンを片手に歓喜のコメントを書き込んでいた。だが、ダイヤモンドバックスは簡単には崩れない。2回表。先頭打者がレフト全ヒットで出塁。続く打者は送りバントをきっちり決め、一死二塁。ここで中軸打者。初球から積極的に振り抜き、打球は左中間を待って立つ。二塁走者が生還し、1対1の同点。さらに犠牲フライで逆転。ドジャースは2対1とリードを許す。ベンチに重い空気が流れる。それでも大谷は表情を変えない。ネクストバッターズサークルで静かに素振りを繰り返す。3回裏。
再び先頭として打席へ。今度は相手バッテリーも慎重だった。初球は大きく外れるカーブ。2球目は外角いっぱい。3球目は内角をえぐるツーシーム。ボール、ボール、ストライク。簡単には勝負してこない。4球目、低めへのスプリット。大谷は体勢を崩しながらもファウル。5球目、外角低めいっぱい。見送る。フルカウント。球場全体が静まり返る。投手が帽子のつばを触る。ロジンバックを握る手にも汗が滲む。捕手は外角いっぱいを要求。投手はゆっくりとうなずく。振りかぶって投げた。しかし、その瞬間、ボールはわずかにシュート回転し、狙いよりも真ん中より甘く入ってしまう。危ない。捕手が思わず立ち上がる。大谷の目が鋭く光る。豪快なフルスイング。打球は信じられない角度でセンター方向へ一直線に舞い上がる。中堅手は懸命にフェンス際まで走る。フェンスを蹴ってジャンプ。グラブは届く。しかし、打球はグラブの先端をかすめ、高々とスタンドへ吸い込まれた。球場は再び地鳴りのような歓声に包まれる。今日、2本目だ。実況席の声が震える。ダイヤモンドバックスのベンチでは投手コーチがすぐにマウンドへ向かう。監督は腕を組んだまま何も言わない。まだ3回だぞ。そう言い聞かせるように選手たちは互いを励ます。しかし、誰もが胸の奥で同じことを考えていた。今日は、この男が何かとてつもないことをやってしまうかもしれない。その予感は、球場全体を包み込み始めていた。そして試合は中盤へ。ダイヤモンドバックスは反撃のチャンスを迎え、1、1、2塁。打席にはこの日最も勝負強い4番打者。ドジャースのベンチでは内野陣が集まり、守備位置を細かく確認する。マウンドの投手は深く息を吐き、帽子を押さえながら捕手のサインにゆっくりとうなずいた。球場中が固唾を飲んで見守る中、運命の一球が投じられようとしていた。マウンドに立つドジャースの右腕は、帽子のつばを軽く押し上げると、大きく息を吐いた。スコアボードには5回表。1-1、2塁。ここで長打を浴びれば試合の流れは完全にダイヤモンドバックスへ傾く。球場全体を包む緊張感は、一球ごとに濃くなっていた。初球は外角いっぱいへのカットボール。打者は見送る。ストライク。続く2球目は内角へ食い込むシンカー。詰まらせた打球は三塁線への強い頃。三塁手が素早く前へ出ると、素手で掴み、そのまま二塁へ送球。遊撃手がベースを踏み、一塁へ転送。ダブルプレー。球場が一気に湧き上がる。この大きな守備でドジャースベンチの雰囲気は一変した。守備から戻る選手たちは互いに拳を合わせ、ベンチ前では監督も力強くうなずく。流れはまだこちらにある。その言葉通り、裏の攻撃が始まる。先頭打者が粘って四球を選ぶと、続く打者は右方向への鋭いライナー。ライト前へ転がり、無視位置、二塁。スタンドからは自然と、チャンス、チャンスの大合唱が起こる。そして、ネクストバッターズサークルから静かに歩み出る背番号17。この日3度目となる大谷翔平の打席だった。ダイヤモンドバックスは迷わず内野陣を集める。捕手はマスクを外し、投手へ何度も言葉をかける。絶対に真ん中へ集めるな。歩かせても構わない。ベンチも同じ考えだった。初球、大きく外れるカーブ。ボール。2球目、外角低めいっぱいへのチェンジアップ。見送ってボール。2ボール。スタンドからどよめきが起こる。3球目。ここでストライクを取りに来るしかない。捕手は外角低めを要求した。しかし、リリースの瞬間だった。ボールがわずかに高く浮く。大谷は一歩も動かない。体重移動は最小限。鋭く振り抜かれたバットから、今度は低い弾道のライナーが右翼方向へ突き刺さる。ライトは一歩目から全力で前進。飛び込む。グラブは届いたかに見えた。しかし打球は芝生で大きく跳ね、そのままフェンスまで転がっていく。二者が一気に生還。大谷は悠々と二塁へ滑り込み、両手を軽く叩いた。タイムリーツーベース。球場のボルテージは再び最高潮へ達する。スコアは3対2。ドジャースが逆転に成功した。ベンチではチームメイトが満面の笑みで大谷を迎え、ヘルメットを軽く叩いて祝福する。その映像は瞬く間に全米へ配信され、
日本でもスポーツニュースの速報が立て続けに流れる。実況席では元メジャーリーガーの解説者が静かに語る。ホームランを2本打っている選手ほど、こういう場面では大振りになりやすい。しかし彼は違う。状況に応じて最善の打撃を選択できる。それが大谷翔平の恐ろしさです。6回に入ると、ダイヤモンドバックスも反撃を開始する。先頭打者がセンター全ヒット。続く打者は粘りに粘って10球目をレフト前へ運ぶ。無視1、2塁。ドジャースベンチが動いた。投手コーチがマウンドへ向かう。打ち足も集まり、エンジンを組む。一人ずつだ。焦げる必要はない。短い言葉が選手たちの心を落ち着かせる。再開後、一打逆転の場面。初球、低めいっぱいへのシンカー。空振り。2球目、高めのフォーシーム。ファウル。追い込んだ。3球目、捕手は外へ外れるスライダーを要求。打者は我慢できずバットを止めきれない。空振り三振。スタンドから大歓声が上がる。続く打者は浅いレフトフライ。三塁走者は動けない。西、最後の打者との勝負。フルカウントまでもつれる。球場全員が立ち上がる。投げた。外角いっぱいへのフォーシーム。打者は振り遅れた。バットは空を切る。三振。ドジャースナインが大きく拳を握る。このイニング最大のピンチを無失点で切り抜けた。そして7回裏、再び訪れる。大谷翔平の打席。場内アナウンスが流れた瞬間、観客は総立ちになった。誰もが期待している。今日は、もしかすると、そんな予感がスタジアム全体を支配していた。ダイヤモンドバックスはここで継投を選択。最速160キロを誇る守護神候補の剛腕が予定を前倒ししてマウンドへ上がる。球場がざわめく。ここで出してきた。実況席も驚きを隠せない。ベンチは勝負に出た。初球、159キロ。高めいっぱい。空振り。2球目、158キロ。外角低め。ファウル。あっという間に追い込まれる。それでも大谷は全く表情を変えない。ゆっくりとバットを回し、深呼吸する。3球目、捕手は低めへのスプリットを要求。投手は首を横に振る。選んだのは、この日最速となる160キロのストレート。力勝負だった。ボールは一直線にミットへ向かう。その瞬間、乾いた衝撃音が球場中へ響き渡る。打球は高く舞い上がった。センターは交代。ライトも追う。誰もが見上げる。打球は夜空へ吸い込まれるように伸び続ける。スタンド全体が息を止める。フェンス際で外野手がジャンプする。グラブはあとわずか。届くのか。それとも、打球をその運命を決めるかのように、フェンス最上部へ向かって落下していく。球場は静寂に包まれたまま、その一球の行方だけを見つめていた。次の瞬間だった。外野手のグラブはあと数センチ届かず、白球はフェンスを越えて右翼席へ飛び込んだ。入った。実況席が絶叫する。球場全体が揺れるほどの歓声。ベンチから選手たちが飛び出し、ファンは総立ちになって両手を突き上げる。大谷翔平、この日3本目。第24号ホームラン。ダイヤモンドバックスの投手は思わず天を仰ぎ、捕手もその場で立ち尽くすしかなかった。160キロのストレートを完璧に捉えられた事実は、誰よりもバッテリー自身が理解していた。ダイヤモンドバックスも8回、9回と最後の反撃を試みる。先頭打者が死球で出塁すると、続く打者がレフト前へ運び無視1、2塁、一打同点の場面に球場は再び緊迫した空気に包まれる。しかしドジャース守備陣は動じなかった。遊撃手が難しいゴロを軽快にさばき二塁封殺。さらに一塁へ送って併殺まであと一歩。続く打者は浅いセンターフライに打ち取られ、最後は守護神が外角低めいっぱいへ鋭いスライダーを決める。空振り三振。試合終了。スタジアムは大歓声に包まれ、チームメイトが一斉に大谷の元へ駆け寄る。何度も背中を叩き、笑顔で祝福する姿に、球場全体が温かな拍手を送った。アメリカの放送席では、今季最高のパフォーマンスの一つだ、と興奮気味に語られ、日本でも深夜にもかかわらず速報が相次ぐ。試合後、大谷は静かにファンへ帽子を取って一礼した。派手な言葉はなくても、
その姿だけで十分だった。3本のホームランは単なる数字ではない。勝利を引き寄せ、仲間を奮い立たせ、球場にいた全ての人の記憶へ刻まれる一夜となった。歓声が鳴り止んだ後も、多くの観客は席を立たず、夜空を見上げながら語り合う。今日は忘れられない試合だった。その一言が、この特別な一戦の全てを物語っていた。